皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、お隣韓国における自称慰安婦問題に関する動きを追っていこうと思います。というのも、8月15日は韓国が日本から独立した日として設定されています。そして8月14日は自称慰安婦問題に関する記念日が制定されています。ですからこの期間というのは日本というものを貶めようという機運が非常に高まる時期でもあるのです。そもそも韓国の政権というのは代々義務教育の中において反日教育というものを推し進めてきました。ですから年を追うごとにその教育を受けた人たちが成人することによってより多くの人たちが今の時期には日本に対しては非常に悪感情というものをそのような状況ですから今の時期というものは日本に対しては何をやってもいいようなそういった雰囲気というものが自然と育まれてしまっています。そして今日8月14日は慰安婦問題に関する国が定めた式典などが行われていますのでその関連ニュースなどを見ていきましょう。支援団体の疑惑続出の中、韓国で慰安婦の日、ムン・ジェイン大統領が式典にメッセージ。韓国の国定記念日、日本軍慰安婦被害者を称える日の14日、政府主催の式典が中部チュンチョンナムドチョナン市の国立墓地、望郷の丘で行われた。ムン・ジェイン大統領は出席せず、映像メッセージを寄せ、元慰安婦らの尊厳と名誉の回復へ、現実的で実現可能な方策を講じるよう最善を尽くすと述べた。ムン氏は、問題解決の最も重要な原則は被害者中心主義だとした上で、おばあさんらがもういいというまで受け入れ可能な解決策を探す、歴史を立て直すための研究、教育をより発展させると語った。今年で3回目となった式典は、元慰安婦の支援団体、日本軍制度冷静問題解決のための正義記憶連隊、正義連や、元慰安婦らが暮らす支援施設ナヌムの家による寄付金の不正流用疑惑などが続出する中で開催された。支援施設を自称するナヌムの家、これが一体どのような実態だったか見ていきましょう。寄付金の大半を不正流用、韓国の慰安婦支援、ナヌムの家、韓国ソウル近郊のキョンギ道は11日、道内のクワンジュにある元慰安婦の女性らが暮らす支援施設、ナヌムの家で、2015年から約5年間に集められた寄付金88億ウォン、日本円で約7億9000万円の大半が目的外に不正流用されていたとする調査結果を発表した。発表によると、施設に用いられたのは寄付金のわずか 2.3% の約2億ウォン、わずか 2.3% です。その多くも元慰安婦のための直接経費ではなかったという。その他は施設を運営する大韓仏教曹渓宗ナヌムの家が法人口座で管理し、一般向けの療養施設や土地購入のために蓄えられていたと見られている。また、介護人が体の不自由な元慰安婦に言葉による暴力で心理的な虐待を加えたり、元慰安婦の絵や写真、寄せられた励ましの手紙がベランダに放置されたりしていたことも判明した。ナヌムの家をめぐり、職員から寄付金がおばあさんのために使われていないとの内部告発があり、官民合同で調査が行われていた。他に、慰安婦像をめぐっては、韓国の無法な振る舞いも行われています。韓国、プサンの慰安婦像設置が合法化、日本総領事の取り消し要求、地元自治体が拒否。韓国、プサンの日本総領事館前に設置されている慰安婦像が、プサン市東区によって12日までに事実上設置が合法化された。プサン市議会は昨年9月、市内の道路上に置かれた造形物の許可に関する条例の一部改正案を可決した。これらを受け、市民団体が7月に道路専用許可を総領事館がある同区に申請。区は今月4日、申請を承認した。丸山中プサン総領事は6日、区長を訪れ、区による設置許可が外交交換の品位保護を義務付けたウィーン条約にそぐわない上、日韓関係を損なうと抗議。許可の取り消しを求めた。区は適法な手続きによる承認を理由に日本側の要求を拒否した。慰安婦像は慰安婦問題の最終的かつ不可逆的な解決を確認した2015年12月の日韓合意に反対する市民団体が翌16年12月に設置し、以来放置され誰も手が出せない状態が続いている。ムン大統領はおばあさんらがいいというまでこの慰安婦問題についてはまだまだ解決策を探っていくという話をしています。
しかし同時に発言しているのが、この問題についてはもっと教育というものを実行し、それによって国民的な理解を深めよう、発展させようということも言っています。これが示すのは当然のように反日教育をもっともっと強化し、それによって国内世論というものを高めようとしているわけです。ここから見えるのは当然のように日韓の友好などというものはかけらもありません。あくまでも韓国側が日本に対して謝罪や賠償といったものを求め続ける、そのための国民運動を政治家として進めていくよという意味でもあります。そして政治家だけではなく、韓国の国民にとってもこの慰安婦問題というものは悪用の対象となっています。それが支援団体を自称する人たちが寄付を募りながらも集まったお金については全て自分たちの私腹を肥やすことに振り向けていたというニュースです。支援団体は反日教育が行われることによってこの問題に対する関心というものが国民中に知れ渡り、その中において支援を求め、寄付を集め、そしてそのお金というものを結局支援には使わず、自分たちの私腹を肥やす方向でしか使っていませんでした。ただ、今回は不正が行われていることが明るみに出て、国民的な関心としても、なんてひどい団体なんだという話にはなっていますが、残念ながらというか当然のように、この人たち、今の問題の起こしている人たちは、中心メンバーから外れたり、もしくは現在の団体というものが別の団体に乗り換えられることはあるでしょう。しかし、そのような団体がやってきても、その人たちが行う支援というのは同じような形で寄付を求めつつ、その集まったお金をまた自分たちのために使う。しかも今度行われるのは、より発覚しにくいような巧妙な捜査などが行われる可能性があります。このような人たちが後から続くのではないかと見られるのは、こうした自称慰安婦問題というのは結局のところ問題を解決するよりも問題が永続的に続く方が彼らにとって非常に都合が良いという構図になっているからです。日本という国は非常に悪い国だというのが反日教育として国家として行われている。その国家が行っているその考えに基づいて一般の人たちもじゃあお金というものをどんどん集めればいいじゃないか。だって日本は悪い国なんだもんということを自分たちの正義として行えるのです。もちろんそのような行為というものは全くの偽善であり、自分たちの行っている行為の醜悪さには本人たちは全く気づかないでしょう。政治家にしても支援団体の人たちにしても慰安婦問題というのはそれらに規制する形で自分たちが利益を得るための理由付けにしかなっていないように私には思います。本来であれば国家間の約束によってこの問題というものはもはや終わった話になっているわけですが、現代を生きる人たちにしてみれば過去の約束などはなかったものとしてこれからもこの問題というものに規制し、そこからの利益を上げ続けようというのが彼らの考え方であることは明らかでしょう。そしてムン・ジェイン大統領が日本に対してこのような無礼な態度を取り続けるには残念ながら日本側の対応にも問題があったからです。それは日本側は抗議はします。口では抗議するのですが、その口だけの抗議というものが何か実害をもたらすのかといえば、全く実害はもたらしません。なんか日本がまた言ってるなという程度の話で、彼らにしてみれば全く痛くも痒くもありません。だから安心して反日政策というのを取り続けることができるのです。これは抑止力が全く効いていない状態だと言えます。相手が何もしてこないということを確認することによって、じゃあ自分は何をしてもいいんだというそういった歯止めの効かない行動につながっているのです。この韓国側の認識を改めさせるためには、抗議のような実害を与えないようなものでは全く意味がないわけで、日本側が行わなければならないのは、実害を伴うような形での制裁や優遇措置の撤廃というものです。ただし、ここにもまた一つ問題があって、日本の政権与党内には韓国の利益を守るための日韓議連というものがあり、その日韓議連の中心人物がまた自民党の議員たちなのです。彼らの影響力というものを完全に排除できないのが、安倍政権の現在の対韓政策が動きが鈍い、そして行動ができないことの一つの要因だとも考えられます。しかし、現在の世界経済の競争というものは、勝者は圧倒的なシェアを得て、利益というものをかなりの部分独占するものです。ですから、適正国家が非常に近い場所にあって、それらの国が自国の利益と反するようであれば、それらの国々に対しては明確な打撃を与えることが国家の利益にもつながります。このようなことから抗議の声を上げるような形だけではなく、しっかりと経済的にダメージを与えるような実際の行動を行い、
これによって自国の利益などにもつなげるような、そういった韓国の動きというものを完全に押さえつけるような動きを日本がしなければ、今後もムン・ジェイン大統領の無礼な態度というものは止まらないように私には思います。皆さんはこの問題についてどのようなことをお考えでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。